忍者400の試乗動画の続きではないんですけど、ちょっと時間が余りましたのでツーリングしていこうと思います。前のツーリング動画でちょっと気になってたところがあるんですけど、広島空港大橋ですね、日本一高さのあるアーチ橋ということで、ちょっとそれを下から覗いてみようかなということで、行ってみようと思います。挨拶が遅れました。皆さんこんにちは、タケライダーです。ツーリングしていきます。試乗動画、時間が余ればそのバイクでそのままツーリングしがち。 MT にしろ CB にしろ試乗が終わったらとっとと返してたんですけどね、なぜか忍者は、時間が余ったら一緒にツーリングしようという気持ちにさせてくれますね。ひょっとしたら僕は忍者に愛された男なのかもしれない。忍者ほんまにこういう田舎道は忍者400には少し物足りない道路かもしれませんが、これはこれで楽しいんでよしとします。明日から雨予報なんで今日走っとかないと。ライダーは晴れてる日はもう何よりもツーリングを優先してください。晴れてさえすれば仕事も有給取ってツーリング行きましょう。でもこうやって普通にツーリングしてて、今頃僕のチャンネルの視聴者さんも日本のどこかでツーリングしてるんやろうなって思ったらちょっと感慨深いものがありますね。もしかしたらすれ違ってるかもしれない。それはないか。チャンネルの規模的にさすがにそれはないか。元ブログ始めたいなーって思ってらっしゃる方とかいらっしゃいます？僕が言えることはただ一つ、金が飛ぶんでやめといた方がいいです。こいつとか。僕の場合撮影機材だけでも10万は軽いです。いろいろ買い物で失敗したりもするしな。道間違えた。間違えてる気がするけど、この直線めっちゃ気持ちよさそうだからこのまま行こう。何かといつも通ってる道、田舎住んでたらなんかもう通る道がパターン化されてくんですよ。次の動画この道通ろうみたいな。道間違えてませんでしたわ。ナビ使わない系ライダーの痛いところはいざという時にパッとスマホを見れないということですね。適当に走ってればそのうち着くんやけども、忍者とか特にスマホ、忍者400の欠点見つけた。スマホ取り付けるバーがないこれはもう忍者というかセパハンの宿命ですね。桜が咲きつつありますよ綺麗ですね。桜を見に行く動画を絶対に出しますんで、見てください。時期的にその桜のシーズンに桜の動画を出せるかどうかはわからないですよね。だって例えば結構動画って撮影してから編集して投稿するまで時間があるんで、僕の場合早くて2日長くて10日ぐらい空くことがあるんで、 YouTube にアップロードされた動画は実は10日前に撮影したものなんてこともあるわけですよね。この辺はまあ普通のことなんで、そういうものだと思っていただければありがたいですが、僕は実家が関西なんで向こうの方帰ったりもするんですけど、あっちの方はやっぱあれですね、空が白い。都会やからっていうのもあるかもしれないんですけど、近畿地方と中国地方は空の色が全然違う。もちろん場所にもよるんですけど、関西のライダーさんぜひ中国地方に来てください。自然はええですよ。忍者400ってエンジン音静かですね。回したら当然うなるんですけど、普通に乗ってる分には、あと停止中とかすごいエンジン音静かです。ほら聞こえるかな。めっちゃいい、めっちゃいい、この静かな音。見えた。アーチ橋が見えましたね。持ってくれ GoPro の充電よ。見えますかね。どうせこれだけ離れてると GoPro のスーパービューでは見えないんですけど、もうちょい近づいたら教えますね。こういう横に山がそびえる渓谷の間の集落を通り抜けるっていうのは楽しいですね。うわーでっか。なんか近づいても近づいても全然近づいてこうへんっていう感じ。でっけー。ちょっとこの辺で止めてみようか。うわーすげえ。どうやったらいい感じにバイクの写真撮れるかなって思ったけど、全部こいつにやらせればいいんや。ちょっと車に先行ってもらってから下を通過しましょう。すげえ。190メーターに見えへんな。もうちょい低いんちゃうかって思うけど、うわーすごいですよ。ご覧ください。広島空港大橋です。すごいな。一瞬で通り過ぎちゃった。もったいない。引き返すか。iPhone で写真は撮れそうにないので、インスタ360に任せましょう。いやー、来れてよかった。天気もええし。ほな、バイク返しに行きましょうか。広島空港の地下トンネルを通って帰ろうと思います。
それにしても忍者400はバイクや。よくその2班は公道で回せるって言いますけど、逆にじゃあ400は回せないっていう理由が分かりますね。大型バイクはなおさらですけど、ちょっと回したらすぐ60キロおろか100キロ超えるし、危ないったらありゃしない。自分の性格に合った排気量っていうのがあるのかもしれないですね。好きなバイクに乗ろう、それが全て。忍者はとことん気に入りましたけど、僕の好きなバイクは Z250 です。なぜなら僕のバイクだから。 Z に乗らなければ忍者に出会うこともなかったし、モトブログを始めることもなかったし、愛着という観点では Z に勝るバイクはありません。アドレスがおった。うおー、山がそびえる。デイダラぼっちが出てきそう。うわ、なんかテントウムシついたよ。テントウムシ、おいどけよ、そこは八重子の席や。まあええわ、ほな一緒にツーリングしようか。そのまま家まで帰ろう。皆さん知ってますか？テントウムシってめちゃくちゃまずいらしいですよ。岩屋橋、高原っぽい感じがいいですね。それは高原が近いのかな。橋を渡っていく。綺麗な。光の当たり方によっては余裕で顔見えとんねん。マジでそろそろミラーシールド欲しい。これ絶対これ顔見えてるでしょ僕頭でっかちなんで、頭に入るヘルメって限られてるんですよ。 XL でも入るか入らないかぐらい頭でかいんで。お、出ましたよ。このトンネルは広島空港の地下を通っています。寒っ。寒っ。うわ寒っ。ていうか忍者400のライトテンション上がるわ。さあ、なんであんな寒いの。並木道、ここは秋に来たら綺麗なんやろな。うわ、絶対ここ綺麗であろう道路やん。来る時期が悪かったか。寒っありえんやろ。廃屋200円ってどういうことやねん。さてさて、今日は忍者400でツーリングもできたし、でっかい橋も見れたし、よしとしますか。それではこの辺でツーリング動画終わりにしたいと思います。ちょっと短いですが最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。